皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. So on the last episode, we looked at British movies and focused on the differences between American movies, British movies, and also a little bit about Japanese movies too. And we also looked at the differences with the names of the movies too, right? But today we're going to focus on a completely different topic. はい、皆さん前回のこちらのパート1にあたるエピソードはお聞きになりましたでしょうか。そちらでは、イギリスの映画 vs ハリウッド映画というタイトルで、映画の違いを比較させていただきました。そこにまつわりまして日本のドラマとイギリスの映画の違いだったりとか、あるいはイギリス映画のよくある特徴だったり、あとはタイトルですよね。映画のタイトルって日本語のタイトルと英語のタイトルで全然違うので、そういうね、映画にまつわるいろいろなお話をさせていただきました。ぜひそちらも聞いてみてください。今回このパート2はですね、そちらのエピソードとは全く関係のないお題でお話をさせていただきたいなと思っています。いろいろな皆さんにエピソードを今回のこのタイミングでは、イギリス、僕たちショーンと僕のこの間間で感じる違いのエピソードをなるべく作りたいなと思いまして、今回は前回の続きでない形になってるんですけれども、こちらもお楽しみください。本来はね、パート1にまつわるエピソードをパート2で続けてお話ししていくんですけど、ちょっとそこのお話は今回つながってないっていう風にご認識いただければなと思います。番組を楽しんでいただけたときはぜひこの、番組いいよと英語学習されている方にぜひ広めていただけたら嬉しいなと思います。いつも皆さん応援していただいてありがとうございます。この10月でね5周年を迎えましたので、これからも細く長く英語のソータは生きていきたいなと思っておりますので、細く長く応援していただければなと思います。あと SNS ですね。僕は英語のソータという名前で Instagram、Twitter、YouTube 全部出てきますので、YouTube も夜7時あたりに更新してますので、ぜひチェックしてみてください。Alright then, Sean, are you ready? Yes. ショーントって言いそうになったわ。なんでや、なんかショーントってもうそれでいこうか。No, it's you first. How many times have we done this? Come on. ちょっと間違えて、そうやね、ちゃんと間違えてしまった。いきますよ、では。はい、ショーント。What? そうの。今日、let's switch. 今回ちょっとスイッチせえへん。Okay, 気分的にショーントって今日言いたい。Sure, okay. I wanna say ショーンって言いたいから。Sure, let's go. Okay. ショーント。そうの。台本なし英会話レッスン。Episode 192. 何の意味があるんやこれ。 Feels weird. I don't like it. Alright, what is the topic for episode 192, Sean? The topic for today is pet peeves. はい、今回のお題はイラッとする瞬間、日本人 vs イギリス人、あるいはイギリス vs 日本という形ですね。もともとは originally the title was social mindfulness. Yes, but we changed just a little bit. But maybe, they're kind of similar. Very similar, yeah. もともとは僕たちのそのプランとして mindfulness、頭がいっぱいの状態っていう使い方もありますし、何かのことを考えている、意識している。つまり日本人はどういうところに例えば社会の中で気配りをしているのか、あるいはイギリス人はどういうシーンで人に気配りをしているのか、気配りのポイントってそれぞれ違うじゃないですか。かつショーン曰くその日本人はすごい周りの目を見ながらいろいろなケアをしている。それが時にいいことでもあれば、ちょっと悪いように作用していることもあるっていうお話がね、今回この収録前にちょっとあって、じゃあこれについて話そうってなって、でもマインドフルネスっていうタイトルよりも Pet Peeves の方が皆さんに分かりやすいかなと思ったので、こちらにさせていただきました。まずは Can you explain the meaning of Pet Peeves? This is actually a question that I get asked a lot from my students, and it's actually really difficult to pin down exactly when this phrase came into use. But one story is that it was actually a title of a comic strip in a newspaper, in a New York newspaper or something. And it was called Pet Peeves. And it was just a comic about annoying behavior. And then from that, people picked up this phrase, pet peeve, pet peeve, pet peeve, and started using it. So it's difficult to trace the actual origin. The way that I usually describe it to my students is
if we imagine, obviously the word pet means an animal that belongs to you, right? It's your pet dog, it's your pet cat. I imagine this as something that belongs to you that annoys you, but maybe doesn't annoy other people. So that's where peeve comes from, because peeve means to be irritated or annoyed, right? So it's your personal irritating thing. That's how I try to describe it. Very right? interesting. So I would always say, like, for example, my pet peeve is when blah blah blah. Yeah, when people do something. Yeah. よくね、pet peeves っていうのはこう紹介されるね語句の一つだと思うんですけれども、イラッとさせるもの、イラッとすることっていう意味でね、もうそのまま覚えてもらって OK なんですけど、確かになんでそれはそういう語源なんだろうって僕も考えたことがなかったんですけど、今言われてへーって勉強になったんですけれども、まず peeve っていうのはこうね、イラッとするような状態を表すんですけれども、なんでペットなのかっていう、で元々はそのペットピーブっていうタイトルの漫画があって、その中で結構こうイラッとするような瞬間っていうのがこう描かれていて、そこから人が取ったっていう諸説もあるらしいんですけれども、それイコールもうイラッとするものっていう、いろいろとこうイラッとするようなビヘイビアがそのコミックの中で描かれていたんでしょうね。でもショーンがこう推測するのは、おそらくペット、動物のペットっていうものは belongs to you って言ってましたよね。belong to 何々で何々にこうどっかに入っているっていう、例えば I belong to the club っていうクラブにその所属しているとかっていう風に使う方多いんですけれども、もちろんそれも OK なんですけど、例えば、this thing belongs to me、 このものが自分に属している、つまり自分のものっていう、こういう表し方も結構会話の中では出てくるので、今回もペットっていうものは本来ね belongs to us, belongs to you、 人にねこう属しているものじゃないですか。でそういうペットがピーブっていうのはこうイラッとさせるようなことっていうのは、自分のペットだからこそイライラしちゃう、他の人だったら別にイライラしない、つまりそこから個人的にすごくイラッとするようなところっていう、自分にしかこう感じられないイライラの瞬間っていうところから、ペットピーブズイコールイラッとする瞬間、イラッとすることになったんじゃないかっていうのがショーの推測っていうことですね。なんかそれメイクセンスだなとも思うので、とりあえずペットピーブズイコールこうイラッとすることっていうふうに、で言い方としては My pet peeves is if it's one thing, yeah, my pet peeve. そうかそうか。Yeah. はい、一つであれば My pet peeve. そうやな、ちょっと一瞬飛んだ。My pet peeve is when なんとかなんとかっていう形で、複数あればピーブズにしてっていう形ですね。これちょっとややこしいので僕も今間違っちゃったので注意してくださいね。Alright, then originally this topic is about social mindfulness. So why did you bring and give me the suggestion? Well, yeah, this is the main reason, because I know that in past episodes I've maybe made comments about things that I've experienced in Japan which annoy me, or on the flip side of that, things that happen in Japan that I like. And one of the things that I like is how socially mindful many Japanese people can be. And recently, some of the students in One Way will already know about this. I've been looking at this study which happened recently, which said that Japanese people are the most mindful people in the world, which I thought was interesting. Shall we share the experiment with the listeners and see what they think? So listeners, what I want you to do is imagine in front of you there are 4 apples, okay? 3 of the apples are green and 1 of the apples is red. You get to choose any one of those apples for yourself. But keep in mind that behind you there is a queue of people waiting to also take an apple. Queue means line. Oh, line, in American English. So imagine those people behind you, they're waiting, and you have that choice of 4 apples. You've got 3 green apples and 1 red apple. Which apple would you choose? Let me translate here. ここでまず訳させてもらいたいんですけれども、まずはこの実験の部分からお話ししましょうかね。皆さん想像してみてください。今、スーパーとかどっかにいます。リンゴを買いに来ました。4つのリンゴがあります。そのうちの3つがまだ熟してなくて緑です。で、1つだけ、赤です。で、スーパーとはちょっと違うシチュエーションだと思ってください。みんな並んでいて、みんなが自分のことを見ています、後ろから。
その赤の熟した、ものを選ぶのか、そのね、緑のまだ熟してないものを選ぶのか、皆さんはどちらでしょうか。ごめんなさい、1時間ぐらいやってしまうのでこれは1 hour 続いてしまうのでごめんなさいね。このあたりにしておこうかなと思うんですけれども、そうこれをショーンがその僕のワンウェイって言ってたのはその、英会話の仕事の時にレッスン生の方にこうどれ選ぶっていうレッスンをしたらしいんですよね。そこからこう日本人の人のその思考っていうものをこう感じられて、ソーシャルフォーネスのマインドフォーネスのこのお題をやりたいっていう話になったと。あとは僕がねショーンに日本にいてこう知ってみたいこと、気になりたい聞いてみたいこと、常にいつも僕がイギリスのことで聞きたいことをねトピックにしてたりするんで、ショーンが聞きたいことって何ってなった時に、日本人の人がイラッとする瞬間とか日本人が気をつけてるマナーが何なのかを知りたいっていうお話だったので、そういうのが相重なって今日のエピソードになってるって思ってください。Yeah, so the result is? So, the study, it was, well, the result of the study was trying to tell people not to make judgments, because this was the result, Japanese people are the best people in the world. No, it's not that. That's not the point. The point of the study is about mindfulness. And basically, if you took the red apple, this shows that you are not thinking about the people behind you. So you are not being socially mindful of other people. Whereas if you took one of the green apples, that means that the person behind you still has the choice of a red apple or a green apple. So which one did you choose? So I've been testing people all week with this, my students, my Japanese students. And I've had some really interesting answers. Including the other school too? Oh, yeah, the school too, yeah. And I've been asking my friends as well which one they would choose. And the results are pretty accurate, Really? Yeah, like I think it was about 80% of people I asked chose green one, which I think shows that kind of mindfulness. And afterwards, I asked people, why did you choose the green apple? And they said, because if I take a green apple, it means the person behind me can still choose, right? I tested you with it, right, before? Yeah. And which color did you choose? The green one. The green one, yeah. So that shows that Solta is kind of socially mindful of the other people. And I asked you the reason, right? I said, why did you choose the green one? And you said, because it still gives a choice to the other people. So that's one element of Japanese culture that I really like, that social mindfulness of other people. And it extends beyond that study. That study is a very basic example, right? But it extends beyond that, and it's just like common courtesy. The best example I can think of is like on the train. You don't answer your phone on the train and be loud on the train because of other commuters, other people, right? You wear a mask on the train at the moment because of the coronavirus. You don't want to spread that to other people, right? If you only care about yourself, then you wouldn't wear a mask, or you would just answer your phone when the phone rings, or, those kinds of things. So I think that is one of my favorite things about Japanese culture, that social mindfulness. I see. なるほど。まずは結果から言いたいんですけれども、どれがいい悪いっていうお話が目的のこれは実験ではなくて、どれだけその他者を見た上で自分の選択をしているのかっていうマインドフルネスの部分の実験結果っていうものがこの目的のメインだと思ってください。で、結論から言うと、このマインドフルネス、他の人が見てるからこういうふうにしようって選ぶ。つまり他者を思いやる気持ちっていうのは、Japan is number one っていうことですよね。その日本人がやっぱり実験結果で一番トップなんですって。で、僕もそのショーに来るなりその実験をされたんですけれども、やっぱり赤を僕は逆か、緑か、後ろに人がいるから緑を取っちゃうっていう、しかも見られてるってなると自分がねそれバッて取ったっていうのが分かっちゃうから、結構そこね他の人にもちゃんとこう選択肢を与えるっていう意味で緑取っちゃうなっていう。でショーンがこう今週ねいろいろな人にその実験をしてみたんですって。うちのワンウェイだったりもう一個のねスクールも働いてるのでそっちだったりとか、あとは友達とかで accurate って言ってましたが正確って意味ですね。その実験結果は正しかったと。 80% の人がだいたいね、その緑を選んだっていうお話でした。
で、courtesy って言ってましたが、common courtesy って言ってましたかね。そう、あそこのリスニングちょっと皆さんきつかったんじゃないかなって個人的にパッと思ったので、聞き直してくださいね。common courtesy って言ってましたが、カータシーっていうのは行為って意味です。つまりよく日本で見かけるカータシーっていうのは、電車の中で例えば人のために大声で話さない、電話をしない。あるいはレストランとかでも、in Japan, like a common rule is if we get a call at restaurants, we need to go outside. Yeah. So, I've seen signs like that as well that have like a picture Really? of like keitai and there's like a big X through it. It's like, oh, okay, I have to go outside. So yeah, but now it's been changing and lots of people are calling. yeah, そう、最近はね、すごい変わってきて、電車でもすごい大声で話す人も、電話する人もいるし、レストランとかでもね、暗黙のルールとして、僕はね、その家庭では電話するときは外にってすごい言われたりとか、あるいは赤ちゃんとかもね、泣き始めたら外にっていう、すごいそういう家庭で育ったりとか、僕の周りはそういう人がこう多いんですけど、最近はね、ちょっと変わってきて、電車とかレストランとかある赤ちゃんとかもそんなになんかこう暗黙の日本の了解っていう感じにはなってきてない気もするけれども、でもショーンが言ってた、ね、周りをその見て、配慮して、いろいろとこう選択をしていくっていう、これがその日本ならではでこう興味深いところっていうお話でした。で、これがね、実験結果として欧米人だったらThey take the red one, you said. Yeah. 外国人だったら絶対それはもう赤を取るってショーンが言ってたので、なんかそれをね、面白いなと思って、そんな違いがあるんだなと思いました。But one of the, I mean, obviously that was a very basic study to kind of show like a basic principle. The only thing I didn't like about that study is that they didn't, from what I could tell, they didn't investigate why people took the apple. So obviously with me, when I was practicing with other students and my friends, I could ask them afterwards, okay, why did you take that apple, right? And I actually got some interesting responses from people who took the red apple. Like for example, there was one of the students in one way, like in the whole group of people, everybody, I was like, okay, say no, go, and like everyone, green, 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 and then one person said red. I was like, oh, okay. So I said, okay, why did you take the red apple? His explanation was, if I take the red apple, then it eliminates the arguments that the people might have behind me. Because the people behind him might say, no, I want the red apple, I want the green apple. And so he said, I would take that burden for myself if I take the red apple. Another type of, another way of thinking, right? Yeah. And I said, oh, really? He's like, yeah, I don't even like red apples. I prefer green apples. Really? Yeah. And I said, oh, okay, well, that's a really interesting point, right? Because he took the red apple because now he's being super mindful of the people behind him, right? Because he doesn't want them to argue by taking away their choice, right? So that's why I always, anytime I see these kinds of psychological studies, I go, oh, that's interesting. But, there's always some kind of, thing that is not so accurate. So I think it's always important to have like a follow-up, why did you choose that apple, get the reason. なるほどね。さっきまた出てたの on the flip side、 これだいぶ最初出てたんですけどちょっと伝え忘れてたのに今思い出したんですけど、フリップひっくり返すとかっていう意味なので、その反面とかっていう感じで on the flip side、 これも全部インスタグラム台本なし英会話レッスン専用アカウントで見てみてくださいね、に載ってるんですけれども、一つこの実験で注意しないといけないのは、なんでその色を取ったのかっていうのが言及されてない。 from what I can tell って言ってましたね、tell っていうのは分かるっていうことなので、ショーンが from what I can tell、 ここから分かることっていうのは、実験結果が本当になんでその理由で取ったのかっていうのがないがゆえにちょっと正確性がない部分もあると。で、例えば、ワンウェイで一人の方がねおっしゃってたのが、一人だけ赤を取ったと。リンゴね、赤を選んだんですって。なんでかっていうと、自分がその赤を取ることによって後ろの人たちの喧嘩がなくなるって思って赤を取るっ
実は自分緑が好きなんですっていう、緑のリンゴが好きなんですっていう、そこまでのね、配慮まで及んでる人もいると。それ誰なんだろうってちょっと気になったんですけど、そうそれくらい理由っていうのは人それぞれなので、例えば多分ショーンが言いたかったのは、欧米人の人が they take the red apple って取ったとしても、それがいい悪いっていう判断はできないっていう。なので日本人のそれが、ね、グリーン取るからいいっていう判断ではなくて、もしかしたら何か別の要因でそれを取ってる可能性もあるので、一概にどっちがいい悪いはシェアできないけれども、その日本人の思考として常に周りの人がある決断の理由の中にっていうのは分かるのかなと。The topic is pet peeves. Yes. トピックがイラッとする瞬間っていうことだから、じゃあ例えば I was kind of imagining、when I was in a line、or queue、queue っていうのはね、そのイギリス英語で列ですけれども、and when the person gets the red apple、then do you think, we get annoyed or something? どうなのな I'm wondering about that. Yeah, maybe I might get annoyed. Yeah. そっかそっか。確かにイラッとする瞬間、日本人が感じることって、例えばそこ並んでました、赤あると思って、みんな緑取ってるのに、その誰かが赤取ったらうわっっていう、そこのペットピーは確かにあるかもしれない。うわこの人っていうイラッとじゃないけれども違和感を感じるっていうところは確かにあるかもしれない。こんな感じで How about you? Like when is your pet peeve from your perspective? どういう瞬間 Well, this is why I wanted to start the podcast on a kind of positive note with the study, because I have a lot of pet peeves.In Japan. I have a lot of pet peeves. なるほど、日本でイラッとする瞬間がショーにあるらしいです。だからこそポジティブなところから始めた。So why is that? 聞かせて。So my one pet peeve, and maybe you can tell me why this is that quite often I find a lot of Japanese people don't have spatial awareness. The best example of this I can think of is elevator or something. No, not so much in the elevator, but for example, if you leave a shop like on the high street, okay, you walk out of the shop. From my experience, I've just seen like a lot of Japanese people just turn left or turn right and just start walking, right? I was always brought up to say like, look where you're going. So when I leave a shop, I look left, I look right, and then I walk forward, right? I don't just come out of a shop and turn left.I look to my right to make sure that nobody's coming this way, and then go. Do you know what I mean? How about you? When you leave a shop, do you look left and right first? Do. You always how do. How about you? What do you think when I'm walking with you? Like, Yeah. Do you think I'm caring about people around us? You do, but I think Right. that's because obviously we're walking together. So you're being kind of spatially aware of me as well. So there's somebody else with you. But I think a lot of the time when people are walking just by themselves, they just care about where they want to go. But I do care because that's my pet peeve too. People not looking where they're going. Yeah. Just like you. So yeah, my pet peeve is people not looking where they're going. So it's not just when people leave the shops, but also staring at their phones when they're walking. Just stop, stand to the side of the road, send whatever message you've got to do, put your phone away, and then carry on walking. Right? There's signs everywhere that says Please do not walk with your phone. He's getting furious. 怒ってきてる。Sorry. He's getting 怒ってきてるよ、ショーンが。Yeah, that's my biggest pet peeve. Yeah, people not looking where they're going. でも分かる。そのショーンがどうやこうやとかじゃなくて、僕はすごいそれ分かるって思ったのが、not caring spacious なんて言ってたっけ？Spatial awareness. Spatial awareness. スペースの形が変わってスペーシャル。スペーシャスっていうとスペースがあるっていう形容詞ですけど、また別の形の形容詞スペーシャルアウェアネス、つまりスペース的なその配慮っていうのがないっていう、そこでイラッとしちゃうと。でも分かると思って、海外にいた時に、結構そのなんだろう、周り見れてる見れてないっていう話なんやと思うのよね。でもその見る見ないのポイントっていうのが国によって違うんだと思うんですよ。で、例えばエレベーター乗る時とかね、誰が先に行く行かないとか、ドア開けてあげる開けてあげないとか、ショーンがめちゃくちゃうなずいてるんやけれども、なんだろう、確かに欧米人とか海外の人って日本人ほど周りをね見てない瞬間っていうのは確かにたくさんあると思うんですよ。こう自分がやりたいことをやったりとか、
なんかこうね、それこそレッドアップルパッて取るとかっていうのは確かにあるかもしれないけれども、一ついいなと思うところは、結構扉とかエレベーターとかスペースに関しては結構周り見てるなと思うんですよね。なのでいつも思ったのが、エレベーターって順番にこう上がっていくじゃないですか。1階2階3階ホテルとかで、じゃあ多分ですけれども、先に乗った人が先に出るっていうルールが多分あるよね。Do you have that kind of rule? People who... kind of, yeah. なんかみんながみんなじゃないにしても、なんかね、日本はそれが普通だけれども、悪気ないんだと思うんですけど、乗ったらそのまま、初めに乗った人がいるにしても、病院とかそうですよね、受付。初めに乗ってるのに、後ろに一番こう行くがゆえに、そう、後から乗ってきた人の方が前になって、診察券渡しに行くときとか、順番後ろになっちゃうとかっていう。It's the same on the train too, right? If you're at the front of the queue and the doors open, you should go into the train like as much as you can. ああ、そうやね。So that the people at the back of the queue are at the door, right? But I've seen it so many times where people are at the front of the queue, they get on the train and they just stop right there, right in front of the door. 確かに、それは、日本と海外それはどうなんか分からへんけれども、It's about the same. それは同じよね。 In England too, yeah. それは海外でも同じらしいけれども、ね、電車とかでもそうですよね。普通ね、乗ったらどんどん奥に行ってもらわないと乗られへんのに、前にも動かん人とかっていう。つまりショーンがイラッとするのはスペーシャルアウェアネス。特に何かそのレストランから出ました。もう周りが来てるとかも考えずに、もうパン左行くパン右行く。あと僕ね、いつも思うのはこれ、僕も話して思っとったよ。自転車乗ってる時、When I'm riding a bicycle、people don't care about people around them、a lot、ほんまに思うね。例えばさ、自転車乗ってる時に自分右側おるで、左側から人が来てるってなった時に、でその左側から来てる人の後ろに自転車がおるとしたならば、僕やったら左は通る人、右は自分が行く側の列やから、この人が通るまで待ってあげようと思って僕は待つわけよ。右側で歩いてる人がこう通り越すまで。でも周り見えない人っていうのは、待ってるにもかかわらず自分だけボーンって来てっていう、多分これ皆さん分かる人はってなると思うんですよね。もしね、それに気づけてない人がいたらごめんなさい。なんか批判してるみたいに聞こえちゃったらすごい申し訳ないけど、僕はすごい普段から周りを見すぎて昔からしんどいぐらいやから、めっちゃその気持ちは日本人外国人関係なくめっちゃ分かると思ったんですよね。つまりショーン的にはおそらくその外国人の感覚として、もっと周りを見て公共の施設っていうのは動いたり歩いたりっていうのはあるんだろうなと。つまりそういう時にイラッとするっていうお話ですね。For example, when I'm riding a bicycle, I'm waiting until the passenger, passes by on the right side. But, there is another person who is riding a bicycle behind the walker. And then she, tries to interrupt and mess up everything. I think that's what you want to say, right? That kind of thing too, that's to do with spatial awareness too, that kind of thing. そうね、すごいわかる。なんかもうちょっと周り見てよっていうのはすごい思うな。Anything else? 次は何でしょうかね。What's your... I think it's interesting how pet peeves can also change over time. Like, something that used to upset you or make you angry, that over time it gets easier. So, for example, in England, I used to hate the sounds that people make when they eat. So, like scoffing, like that. Like with Do you have such a person? そんなの人なんておる? Yeah, eating with your mouth open. Like some people eat with their mouth open. Not slurp. Slurping is with like sucking sound, like that kind of like that's a slurp. How about that? Yeah. Scoffing is like a kind of open mouth kind of thing. So those kinds of sounds used to really irritate me. They used to be my biggest pet peeves. But when I moved to Japan, and I used to go to ramen restaurants, I had to sit away from everybody. I had to sit away from other people because I couldn't stand the sound of the... So, yeah, my question was slurping too. You didn't slurping, like it. right? Slurpも嫌いだったね。Yeah. And it used to really bug me. And then over time, I realized, well, actually, slurping is probably the best way to eat ramen because it cools it down. You're blowing on it at the same time as eating it, and I get it, I understand. So
I started slurping my Really? ramen. Yeah. But I this is going to sound really weird, and I don't, maybe there's other people listening who might do this too. So I hate. It's still my pet peeve when you have like a really long string of noodles, you know, like from the bowl to your mouth. It's like that kind of really long slurping sound. So what I do now is I pick up some of the noodles with my chopsticks, and you know the little spoons that you get at ramen restaurants. I scoop a little bit of the broth, and then I put the noodles onto the soup on the spoon, and I bring the spoon as close to my mouth as I can, so the slurping is like just short little slurps. Is that crazy? Is that? I don't know. Because, you know, I never slurp. Oh, okay. Well, how do you eat ramen? Normally. Normally just pick it up and Yeah. just put it into your mouth. Because I feel like, you know, Japanese people often say slurping is one of the ways to enjoy ramen or soba. Yeah, that's what I heard. So they're Yeah, doing yeah, that. yeah. But for me, I don't really like it. So I just eat. How can I explain that? Like, just eat. Yeah. Okay. Yeah. I guess, yeah, just putting it into your mouth, that kind of thing, without slurping. Am I chivalrous? Well, I guess, would that be a type of like nuruhara? Nuruhara? Yeah, have you heard about this? Like noodle harassment. そんなんあるんや。 Yeah, 知 yeah, らん yeah. かった。 Yeah. ヌルハラってあるんやね。へ So ー people now, like not just me, but like other Japanese people, like have been saying like, oh, I don't like that sound. Hey, please don't slurp your noodles. So scoffing and slurping. Scoffing, slurping, both yeah. of them. タイピングしてくれますけれども、いや僕さ、そんな、って食べてる人聞いたことないから、そこまでの人、イギリスにはおるんかなと思ったんやけど、犬みたいな。Well, the reason that I hate scoffing so much is because when I was younger, my older brother would punch me in the arm every time I was scoffing. Really? Yeah, because it irritated him. So like, I'd take a bite of a sandwich and I'd be like that, and my brother would just be like, bang, just punch me. Like, I die kind of thing, right? 怖いな。 A little bit, well, it wasn't like a hard one. It was just like a, hey, stop that kind of thing. なるほどね。 So because I have that, when I hear other people scoffing, I'm like, I should punch them in the arm. なるほどね。スカフとスラープ、すするのがスラープですけれども、ショーンが2つ目に嫌だったのは、食べる時の音。でもそれが変わってきてると。なぜかっていうと、日本の文化って結構ブルーってね、吸ったりするじゃないですか。なので、そういうのって変わってくるよねと。で、ショーンがそれが嫌なね、理由としては、一つはショーンがちっちゃい時にスカフィングして食べていたら、お兄ちゃんに、やめろっつって殴られてたっていう、そこからなんかこう自分も嫌だっていう感情になってしまったっていうお話なんですけど、僕はね、なんかこれは日本、欧米人関係なく、僕たちの家族は、なんかあんま好きじゃないねん。音が、スラープ。日本人って結構蕎麦はそうやって食べるべきやとか、ラーメンって言うけれども、なんか僕らは、なんかあれってあんまり綺麗な食べ方じゃないよねって、なぜかそういう感覚があって、多分そう教えられてたのか、僕も未だに蕎麦とかそういうのズズズって食べたことがない。から、その気持ちはわかるなと。でも僕は他の人がそれ聞いてるのを、うわ、嫌やとはそこまで思わない。全然スラープしてもらっても OK やけれども、ペチャペチャとかは嫌なのかもね。ペチャペチャペチャとか。でも、そんなに僕は聞いたことないなと思うけれども、ショーの2つ目はそのペットピーブ、そこですね。How about you? My pet peeve? Yeah. Pet peeve? そんなあろったやわ。Other than the social mindfulness, the spatial awareness thing on the bike, do you have any other big ones? イラッとする瞬間な。そのイラッとっていうよりは、もうちょっと直してやこういうとこっていう瞬間僕人より多いと思うから、イラッとっていうよりはどこやろうな。もう総じて、overall, I think my pet peeves come from, you know, people who cannot see and who cannot look around and who cannot care about others. Yeah. 周り見れてないっていうのがいろんな意味で、ね、あると思うんですけど、そういう場合が僕のペットピーブかなと思うんですよね。For example, why did you ask this question now? Or, for example, or why did you do this right now? Or why is he coming to this way? Yeah. Although there are, you know, a lot Other of people things right waiting. now. Yeah, like this all the time. My pet peeves come from like that. Yeah. 僕のそのってなる瞬間は大体全部
周りを見れてないっていう人を見た時ですね、なんで今このタイミングでそれになるとか、それを聞くとか、そういう方向に歩いてくる、なんでここでこの、みんなおるのにその行動をするみたいな、それはすっごい僕敏感なので、それは全体的にあるかな。でもそこをもう語り出したらもう止まらないし、そんなにねそこのネガティブなお話は興味ないかなと皆さんもね思うので、ショーンが感じるそこのペットピーブでここは終わらせておこうかなと思いました。でもさっきのソーシャル、スペーシャルアウェアネスっていうのはもうすごい納得できたので、特に僕海外行った時にそれは感じるんですよね。やっぱり周り見てるっていうよりは、どうぞとか after you みたいなね、エレベーターとかすごい周り見れてるなと思うので、でも日本でもちゃんとそれができてる人もいると思いますし、世代に問わずね、なんか最初は、正直なところ、ね、上の世代の人はもうガンガン自分の席取ってとかって思ってたけれども、みんながみんなじゃなくてちゃんとね、譲ってくれる人もいれば、周り見れてる、いくつになっても見れてる人もいるし、逆に若い子はって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、最近の若い子ほど結構僕も含め周りをね見るから、ね、そういうところをケアできるようになってる人もいるだろうし、結局は人なんでしょうね、国とかそういうのでくぐれない、Those people are anywhere, so we cannot categorize. That's my conclusion. Yeah, absolutely. Like, you know, that pet peeve of mine comes from England too. そうやね。People not looking where they're going. そうやね。You know, but it's just something that I've noticed more like, in Japan. So yeah. なので最後の締めくくりとして誤解のないように僕フォローした方がいいなと思ったのは、ね、結局どこの国の人がこうとかじゃなくて、ね、やっぱり結局は人だと思うんですよね。なのでショーンの今のお話もイングランドでもそういうのはやっぱりあったと。でも日本でやっぱ見るケースが多いっていうお話はあったので、何事もねここの番組に出てるものっていうのは、ね、一概に全部がこうって言いたいわけではありませんので、その点は誤解になりませんように。ただ、マジョリティ大多数はやっぱこうしがちだよねっていう傾向はあると思うので、そういう感じで今日のエピソードも聞いていただければなと思います。では皆さん、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？ What's your pet peeve? I want to know. Yeah, let us know. I'm はい、 curious. 皆さんのペットピーブはどういう瞬間なんだろうって気になりました。今ふとペットピーブいつって聞かれるとって考えちゃったので、僕はパッて皆さん浮かびますか？なのでぜひインスタグラム台本なし英会話レッスンのコメント欄であったりとか、あとはツイッター台本なし英会話レッスンのハッシュタグをつけてシェアしてください。ちょっと僕ね本当に今いろいろとこうやらないといけないことが本当にたくさんあって、こう寝る時間もね毎日本当にないぐらいちょっと忙しくて、ね、あんまり忙しいって言いたくないんですけど、本当に時間がなくて、インスタの投稿がねたまに遅れちゃう時があるんですよ。前はエピソードねアップされたと同時ぐらいにインスタグラムのポストしてたんですけど、本当にちょっと余裕がなくて、2日経ってからWhat's funny? そうたまに 2 days after とかなってるやんか。そうそう、本当に Sometimes people message me and they say, "Where's the post for Instagram?" そうやな。Okay, just wait, please. そう本当ごめんなって思いつつも、そうソーシャル SNS 系は僕は全部更新したりしてるので、文章をね考えるのもやっぱ時間かかるし、そう更新をねそれでも毎日僕のインスタストーリーしてとか考えるとねちょっと回らなくてすぐにできない時あるんですけど、必ず更新はするのでちょっと気長に待っていただけたらなと思います。そこだけねちょっとご了承いただきたくて、ここで案内しました。時間をねきっちり待ってくださっている方もしいらっしゃったら本当にすみません。僕は英語のソータという名前で Twitter、Instagram、YouTube、やっております。ぜひチェックしてみてください。ショーンはショーン・ブラッドリー数字で調べていただくと出てくると思いますので、もしかしたらショーン・ブラッドリーペットピーブズ1986みたいになってるかもしれませんので、ぜひチェックしてみてください。では、Sean, you want to say something? Nothing? I'm good. Yeah. I hope the episode wasn't too negative. I tried to focus on positive things and just introduce a couple of pet peeves. そう。But yeah. No worries. 大丈夫だと思いますよ。では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。はい。